波の上に一本の太刀が逆さに立っています。その先端に座る一柱の神が、大国主の神へ国を譲るよう迫ります。これに立ち向かったのは、大きな石を手にした武見中の神でした。二柱の力比べは、出雲から遠く離れた諏訪へと続きます。今回は、国譲りが決まるまでの物語です。古事記。今から1300年前、このままでは本当の歴史が失われてしまう。そう危ぶんだ人々が古くからの伝えを語り継ぎ書き残した日本最古の物語です。雨若彦も役目を果たさなかったため、天照大神は神々へ問いかけました。今度はどの神を地上へ送りましょう。重い金の神たちが推したのは雨の安の川の上流にいる雨のおはばりでした。しかしその元へ行けるのは雨の角の神だけだとされ、まず返事を聞くための使いが送られます。雨のおはばりは自分の代わりにこの竹三日槌の神を送ると答えました。こうして竹三日槌の神は雨の鳥船の神を伴い3度目の使者として地上へ向かいました。二柱は出雲の伊佐佐の小浜に現れました。竹三日槌の神は太刀を抜いて波の上に逆さに立てました。さらにその太刀の先端に足を組んで座ります。あなたの国、芦原の中津国を高間ヶ原の巫女へ譲ってください。その答えを聞くため、私は使わされました。大国主の神は答えました。私からはまだ何とも申せません。このこと白主の神が答えるでしょう。今は鳥や魚を捕まえるため、三保の岬へ出ています。竹三日槌の神は、雨の鳥船の神をこと白主の神の迎えに行かせました。三保の岬から戻ったこと白主の神は、父の前で国を譲るべきかと問われます。こと白主の神は父にこう言いました。この国は、高間ヶ原の巫女へお譲りください。そして船を踏み傾けると、青い枝を周りに立てて神聖な場所を作り、その中へ姿を隠しました。竹三日槌の神は、もう一度大国主の神へ尋ねました。他に考えを聞くべき者はいますか？大国主の神は、もう一人竹見中の神という子がいると答えました。その言葉が終わる頃、竹見中の神が大きな石を高く持ち上げて現れました。私の国で、私に隠れて何を話している？さあ、力を比べよう。では、お前の手をつかもう。竹三日槌の神が手を差し出すと、その手は立っている氷のように変わり、さらに鋭い剣の刃のようになりました。竹見中の神は掴み続けることができず、恐れて手を離します。次に、竹三日槌の神が竹見中の神の手を取りました。若い足を折るように押さえつけ、そのまま投げ飛ばしました。力比べに敗れた竹見中の神は浜から走り去りました。竹三日槌の神は竹見中の神の後を追いました。二柱は出雲を離れ、山々を越えて、ついに信濃の国の諏訪の湖へたどり着きます。湖のほとりで追い詰められた竹見中の神は、ついに降伏しました。どうか、私をお助けください。私は、この地から他へは参りません。父である大国主の神と、こと白主の神の言葉に従います。芦原の中津国は、高間ヶ原から来られる方に譲ります。竹三日槌の神は出雲へ戻り、大国主の神にこう伝えました。こと白主の神も、竹見中の神も、天の神の御子に背かないと申しました。あなたの考えはどうですか？大国主の神は答えました。二人のこの言葉と私の考えは同じです。他の子たちも、こと白主の神に従うでしょう。芦原の中津国をお譲りします。ただし、高間ヶ原の宮のように、大きな岩の上に太い柱を立て、空高くそびえる宮を私のために作ってください。そうすれば、
私はそこへ身を隠しましょう。続いて古事記は、谷氏のおばまに立派な宮が作られ、櫛頭の神が神聖な火を起こし、盛大なもてなしを整えたと語ります。こうして、大国主の神が築いてきた国は、天の神の御子へ譲られることになりました。竹三日土の神は高間ヶ原へ帰り、芦原の中津国を治めた経緯を報告しました。先の二柱ではうまくいかなかった国譲りを3番目に選ばれた竹三日土の神がついに果たしたのです。古事記が語るのは、竹南方の神が諏訪を離れないと誓ったところまでです。現在の諏訪大社では、この竹南方の神を御祭神としてお祭りしています。古事記の物語と、後に広がった諏訪信仰は分けて見ることが大切です。地上が静まると、高間ヶ原はいよいよ、天照大神の孫を地上へ送る時を迎えます。次回、その孫は高間ヶ原を離れ、地上へ向かいます。天と地上を結ぶ新しい物語が始まります。